RC トゥーゴー。こんにちは、どすろです。こんにちは、ドクターメイラです。長野メイがタイプです。今日ね、ちょっと新しい試みとして、もう少し基礎をね、習得できるイベントっていうのをね、やってみました。その名もスライドジムカーナーですね。トゥーゴーといえばジムカーナー。はい。もう見てください。ジムカーナー。はい、ジムカーナーかこれ。ちょっとよくわかんない。ちょっとね、こういうのをやってみようと思ったのは、なんでかっていうと、基礎が重要になってくるんじゃないか。そうですね。っていうところでね、皆さんどう思います？モータースポーツの中でもやっぱりね、基本的な動作、運転技術というのを磨くのにやっぱりジムカーナーっていうのはいろんなのがミックスされてるじゃないですか。車を進ませることもそうですけど、止めることもそう、それからライン取りもそうですし、そういうコースの全て取っていくのにいっぱいこう組み立て計算していかないといけないところが多いので、一番いいんじゃないかなというふうにね、考えてましたんで、それをねラジコンのドリフトに落とし込んでもやっぱりそういう技術が磨かれるんではないかというふうに考えたので、はい、いい機会だなと思います。ではもう実際にね、皆さんの走っているところをちょっとね、見ていってもらいたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ジムカーナーやってみてどうだったっていう、アイドルの息子を持つ K さんいかがですか？いや、楽しかったです。アイドル活動じゃないの？ジムカーナーだよ。ジムカーナー。楽しかったです。自分がこういうことをやれるな、人の動き見てこういうこともやれるし、これまでやれないなとか、やっぱ速い人の動きを見ると勉強になったなっていうのがあったんで、すごく勉強になりました。ジムカーナーやってみてどうだった？まっちゃん、ラストエンペラーじゃないですよ。愛新覚羅不義じゃないですよね。ラストエンペラーという映画があって、愛新覚羅不義っていう新王朝のね最後の王様っていうのがいたんですけども、似てるんですよ。もうまっちゃんを見ると僕坂本龍一を思い出すんだけどね。でどうだった？楽しかったですよ。ただ不甲斐なかったですけど。本当？いやでも僕思った以上にまっちゃんはうまかったなと思った。やっぱりしこたま練習してるだけあるなっていうのはね、すごい思いましたよ。 RDX を買って、とにかく走れと言われて練習して、その効果が出てるなっていうところ。楽しかったです、あれいいと思います。あれすごくもっと大々的にやればいいのにと思ってる。これまた違う競技だと思って、競技として東郷さんでやればいいのにっていうふうなのはちょっと思ったですね。不甲斐ない結果でしたけど面白かったですよ。あれは楽しいですよ。いや、僕はまっちゃんには記録よりもね記憶を持ってる。やるってなったらもう我々の練習しないと切り替えれないんで。なるほど。早めに教えてください。わかりました。はい。どうでした？やっぱり難しかったですね。結構綺麗に回ろうとか、ちょっとかっこよく回ろうとかちょっと意識しすぎちゃうと、ちょっとどうしても動きがギクシャクしてしまう。なるほど。
まあ、でもコース上で上手い人はもうその辺も丁寧に回ってたので、うんちょっとたまにはああいうふうにちょっと初心者向けのスペースになりますけど、ちょっとくるくる回ってちょっと練習してはい、上達したいなと。わかりました。ありがとうございました。はい、ありがありとうございます。がとうございます。はい、ジムカーナやってみてどうでした？楽しかったです。石健さん。はい。ちょっと今回特殊な車両で走ってたので、たまたまそれが面白い感じのコースレイアウトで、まあジムカーナっていうのはちょっと合ってたかなと思うので、まあコース普通にその特殊なマシンでコース普通に走りたいのもあるんですけど、こういった競技やってくれると、もう少しこう作った甲斐があるというか、ああ、なるほど。もっともっと自分としても向上心持ってやれるかなと思って、まあ普通のドリ車でもやってみたいし、まあ今回作ったやつでも楽しく走れるんで、はい、良かったです。横取り車ね。はい。ベープ車だったんですよ。ちょっとまだシェイクダウンなんで今日。取らせてくれって言ったんですけどね、もうちょっと仕上がってくれしてくれって。こうしてかっこつかんと。全然良かったんだけどね。まあ今日でちょこっとずついい方向にはわかりました。行ったんで、近々撮影させてもらう予定なんで、ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、今回1人3本という形で走ってもらったジムカーナなんですけれども、実際やってみてどうですか？そうですね、やっぱりどうでしょう、タイム的にやっぱり削れてくるドライバーもいますし、で、技術的にやっぱりこういう風にすればよかったんだなっていうやっぱりブレーキのポイントだとか、そういうのが変わってきてるのがすごくよく見れて、皆さんなんかものすごいいつも以上になんか考えて走ってみえたので、やってよかったなという風に思いました。コースをちょっと覚えなくちゃいけないっていうのがあったんで、やっぱりコースミスがもう失格になっちゃう競技なので、もう絶対にそれはきちんと覚えていただくというところがまず一つと、あとパイロンタッチとかね、いうのはやっぱりプラス加算されてしまうので、秒数にプラス1秒ってなってしまうので、攻めた走りというよりはやっぱりきちんとコントロールできとるかどうかっていうのが見れたので、やっぱりそういうドライバーっていうのはやっぱりきちんとタイムリングってできますんで、まあそんな感じですよね。そうですね。まあ僕もそのね、ちょっと今走ってるのを皆さん走ってもらって、1本目見た時はっていう感じだったんですよね。どうなっちゃうんだろう。例えばその豪快さとかそういうのはね、特にはないんですけども、2本目見た時にこう真髄っていうのはこれだなみたいな、やっぱりみんな考えて、やっぱりスライドのさせ方とかそういうのでタイムを削っていくっていう形にはなったんですけどね。やっぱりね、見てて思ったのは、あそこで綺麗に回し込んでいける、サブロックとかなんか特に難しいと思うんですけども、あれでカクカクなっちゃう人だとか、一気にスーッと曲がっていく人とかね、あの辺で技術の差っていうのがねちょっと見えたのかなっていうのは思いましたね。そうです。面白いですね。あれだけやっぱり初心者のコースを広く今回取れたので、ああいうこともできるようになったので本当にありがたかったですね。どんどんまたコースチェンジしながら、そうですね。無限大だと思うので、この場合だといろいろやっていきたいなと思います。はい。だからどんどんねラジコン統合のに来ていただいて、ね、みんなで一緒に練習できたらなと、基礎からねやっていけたらなと思います。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございます。